フェアレディ Z の塗装が一段落した。ただ、毎度お騒がせのマスキング不良による塗装の粗が見つかった。まずはこれらを何とかしないといけないが、それが済めば残りの作業は組み立てだけだ。千里の道も一歩から、目の前の作業をこなすとしよう。ただ、その前に。おかげさまで登録者数、100人を超えました。更新間隔が長いそして少ない動画のチャンネルにもかかわらず、1年間の再生時間も500時間超えました。これもひとえに皆様の応援の賜物です。今後も頑張って動画を作成していきますので、ご声援よろしくお願いします。以上、イワンの模型製作所からのお知らせでした。こんばんは、皆様、鈴木つづみです。前回からの続きになりますが、塗装が終わった段階で前回終了しました。しかし塗り残しやはみ出しなどの不具合が出てきました。こんなところや、そんなところ、あんなところまで。ああ、やってもうた。って感じですね。しかし、ここからのリカバリーでなんとかなります。それでは作業にかかりましょう。まずはもう一度マスキングをします。ただ今回は、全体的にではなく不具合がある箇所だけをピンポイントでテープを貼っています。前回と違ってエアブラシを吹く量も少量なので、そしてエアブラシの出番です。少量で、ゆっくり、丁寧に吹きつけます。一度に大量の塗料を吹きつけると、それは恐ろしいことになります。慎重に作業しましょう。吹きつけて作業が終わった後からまた不具合に気がつくこともありますが、根気よく再度修正作業をしましょう。このように二度塗りが目立つ箇所は、一度紙やすりで表面を削ってみましょう。目立たなくなるはずですが、必要ならまた塗装します。まあ、今回ちょっと誤算だったのは、窓枠の銀塗装で使ったこの塗料ですね。誤解のないように言っておきますが、この塗料がダメということではないです。仕上がりはとても綺麗でしたし、希釈が必要ないので便利な面もあったのですが、問題は塗料の定着が良くなかったのか、マスキングの再テープを貼ったら銀の部分がテープに負けて薄くなり、再塗装をすることになったり、塗料が若干薄いのかもしれませんが、重ね塗りの必要があったりと、普段使用している塗料とは違っていましたね。それでもきちんと塗装面を処理して塗れば良い仕上がりにはなります。マスキングの必要のない、塗り分けしない場所で使用するなど、使いどころが限られそうですね。さて、修正作業の話はこれくらいにしておきましょう。これで修正は完了しましたが、いかがでしょうか？ちゃんとできましたね。修正が終わったので、デカールを貼る作業に移ります。レーシングカーのようにたくさんはないのでかなり楽です。車内のメーターもありますので、忘れずに貼ります。貼った後はデカール保護のためクリア塗料を塗ると、しばらく経ってから剥がれるといったトラブルを防ぐことができます。最後にデカールの上と修正した箇所にクリア塗料を吹き付けておきます。次の作業ですが、モールドに墨入れを入れたいと思います。ささらちゃんが毛書き針などで深めにしているのですが、やはり墨入れではっきりと見えるようにしましょう。この作業に専用のエナメル塗料があるのですが、今回はちょっと濃いめの線にしたかったので、自分でエナメル塗料を用意しました。これで色を流していきます。濃いめなので、流れが悪くはみ出しが多くなってしまいました。もちろんはみ出した部分は拭き取りますし、エナメル塗料を拭き取ることのできるペトロールを使いますが、今回はこれも使ってみようと思います。そう、この四角の白い物体は皆様おなじみ、お掃除で使うあれです。メラミンスポンジです。実際使ってみました。この方法は昔模型雑誌で紹介されていたのを思い出し、今回試してみようと思いました。感想ですが、ちょっと力がいりますが、綺麗にはみ出した部分が除去できましたね。エナメル溶剤では拭き取ったと思っても、溶けた塗料がうっすらと残っていることが多々あるのですが、今回の方法では綺麗に拭き取れます。ただ、隅の部分の拭き取りや、こすっても落ちない場合もありますので、そういう時は溶剤を使って溶かしてからメラミンスポンジを使うといった方法を取ればいいですね。
墨入れが終了しました。モールドがはっきりして良い仕上がりになりましたね。しかし、後ろの窓枠のシルバーが剥がれて黒くなっていますね。これはひどいですね。先ほど申し上げた銀の塗料の食いつきが良くないために拭き取りの際に持っていかれたのでしょう。後で補修しておきます。次は、コンパウンドでボディを磨きます。これでピカピカになります。細めと仕上げ目がありますが、まずは細めからですね。ご覧ください。磨いたところ、かなり光沢が出ています。全体的に磨いたら、今度は仕上げ目の出番ですが、見た感じは同じ作業なので、動画は省きます。長々と同じ作業でダラダラ時間かけるのもあれですからね。コンパウンドでの磨き作業を終わりました。これで私の仕事は終わりです。あとはささらちゃんに託します。皆様こんばんは、佐藤ささらです。すずみちゃんの作業が終わったので今度は私が最終組み立てを解説しますね。どこから組み立てようかと迷いますね。ここは説明書通りに行きましょう。前輪関係の組み立てですね。それでは始めます。説明書の順番通りで組み立てています。ここの部分は仮組みの時に手間取ったところですね。2回目だからなんとかなるかな。なりませんでした。苦戦しています。しかもですね、組み終わってから気がつきましたが、自作したブレーキディスクを取り付けていませんでした。なので、また外して再度の組み立てになりました。説明書を意識するあまり、完全に取り付けを忘れていました。取り付け終了です。見た感じ分かりにくいですが、この写真を見ると分かります。やっぱり効果ありますね。前輪が済みましたら、今度は後輪です。ここで注意点があります。タイヤのクリアランスの確保のため、トリキャップをつけるのですが、その数は2個と3個で左右非対称。説明書通りにしないと、左右のバランスが崩れるので気をつけてください。細かなパーツをつけて、組み立てをどんどん進めます。確実に接着していきましょう。だんだんと組み上がっていきますね。さて、テールランプの接着作業ですが、今回初めてこの接着剤を使用してみます。ハイグレード模型用接着剤、水性、無溶剤タイプです。普段使用している接着剤は、接着面を少し溶かして接着するタイプのため、接着面が侵食されてクリアパーツが曇ったりするので、よほどうまく接着しない限り見栄えが悪くなります。しかし今回使用するこの接着剤は接着するものを侵食しないので、安心して使えます。その上、水性なのではみ出した箇所は拭き取ることができ便利ですよ。それでは、使ってみますね。あ、そうそう。これは捨てずに取っておきますね。今回は使用しませんが、使いどころがあるので。作業中の動画ですが、今のところ大丈夫ですね。特に問題はありません。接着完了です。このタイプの接着剤は使いどころによっては絶大な効果を発揮しますね。プラスチック用の接着剤ではつかないものも接着できるのが大きいです。だんだん組み上がってきましたね。もう少しで完成です。皆様お疲れ様でした。あと少しで私の作業も完了です。ついに完成したね。二人ともお疲れ様。今回初の車模型だったけど、どうだった？前輪の組み立てに苦戦したけど、作業は楽しかったよ。あ、そうそう実は。二人がいない間にちょっと細工していたことがあってね。また何かやったの？まあまあ、きっと気に入ると思うよ。まあ、見ててくれ。
いや、実はこっそりとライトの部分に蛍光塗料を塗っておいただけ。その部分にこのブラックライトを当てるとだね。このように光るわけ。ちょっとしたサプライズ演出だね。うまくいくかわからなかったけど、使用実績があるから今回も試してみたんだ。まあ、うまくいったから許そうかな。そうそう、ここでちょっとマフラーについて話すけど、最初であるマフラーが正しいものと思っていたんだけど、シングルのマフラーもあるみたいで、そのマフラーもしっかりとランナーの中にありました。まあ、使えるかまたは使うかどうかは別だけどね。塗装はフェンダーや窓枠の塗装が大変だったよ。まさかマスキングや剣まで銀の塗料が持っていかれるとは思わなかったし。でもなんとか完成してよかった。うん。それに完成品を飾っていて気がついたんだけど。車模型、普通にリビングのインテリアとして置いてもあんまり違和感ないね。飛行機やガンプラだとちょっとね。なんだかそれ、わかる気がする。また作りたいね。次どの車にしようかな。次回はよりいいものができるように頑張ろう。2週間後。ねね、なんでこんなところにいるの？実はね、どこから見たか聞いたか知らないけど、今回作ったあの S30Z、譲ってほしいと申し出があってね。今その人待っているところ。ええ、そんな人いるの？確かに嬉しいけど、手元になくなると思うと。なんだか寂しいな。いくらかで買い取ってもらえるから、そのお金で何か美味しいものでも。賛成。あんたら、現金だな。その人まだなの？何時に待ち合わせしているの？そろそろのはずなんだけど。あ、いたいた。あの人だよ。ストップ。こいつよ。ダサいタトゥーのやつ。ダサいタトゥーのやつ。ダサいタトゥーのやつ。何あの人、大丈夫なの？額のタトゥー、やばくない？こっち見た、笑ってる。うっぷ主。あとは任せました。おいおい、どこ行くんだ？仕方ないな。こんにちは、K さんですか？そうじゃ、わしがKじゃ。お話は伺いました。うちで作った車を買いたいそうで。ちなみにどこでこの車のこと聞いたのですか？フェアレデー ZA の気に入ったんじゃ。大丈夫か？この人。ですね、この車なんですが、キットの購入に2110円かかっていまして。他にも組み立て、塗装の時のコストや人件費も含めて、6000円でよろしいですか？この金額、かなりお手頃だと思いますが。いかがでしょ？ 600がバスじゃの。どこの国の通貨ですか？やれやれ、話が通じないな。ですね、そろそろ現実的な交渉をですね。500がバスじゃ。どうじゃ。なんでさっきより値段下がっているんですか？財産これだけなんじゃや。ダメだこりゃ、もういいや、帰ろう。もともとこちらが望んでいたことではないし、話し合いにならないようですので、失礼しま。これはわしのもんじゃ。じゃあの。待て、この野郎。逃げられた。どうしよう。皆さん、ご覧の通りです。仕方ないので帰りますが、足取りが重いです。なんて説明しよう。事務所でデビル2人が待っていますからね。それでは、皆様。最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。